驚いてた中国語話せて。うん、多分中国人のお客さん多いよ。普段から来るのか。てか日本で多分そんな口コミ広がってないから。健康診断をしてきました。朝10時から健康診断を受けて。なんて言えばいいの？中国語で言った方がいい。天天マラタンに来ました。天天ね。天天マラタン。私の推しと同じ名前。最近流行りのマーラータン。なんか中国人内ではすごい流行ってる。だから日本人はやっぱわかんないじゃん。どこが美味しいとかは。だからみんな洋国風。ヤン国風か。ヤン国風。私もヤン国風派だったんだけど、なんか洋国風って言ってる人が多くて、日本語だと洋じゃん。あ、そうなの？爪楊枝の洋。俺あれさ、京橋かどっかの駅で宣伝入るんですよ。ヤン国風なんたらかんたらって。あ、じゃあちゃんと中国語読みだと、ヤン国風。ヤン国風で行きましょう。だから大阪に住んでる人は絶対ここ来た方がいい。なんか味が濃いめのマーラータンだから。前食べた時美味しかったよね。今んとこ私の中でトップ。俺も上位。じゃあ早速食材取りに行きましょう。で、私練り物好きだから練り物いっぱい入れちゃうんだよね。いいパイ。あれ中国語講座始まる？もしかして。いいパイ好きですよ。これ虹団子って言います。彩虹卷って言います。あ、これむっちゃプニプニしてるやつ3個入れちゃう。私毎回お団子でさ、めっちゃお腹いっぱいになるんだよね。ほら、パッと見重いものしかない。あ、でなんだっけ、コツが水分を落とすんだっけ。重みがねかかってる。あ、そっか、重みで計算されるから。そう。水が乗っかってると加算されちゃう。今回はいくらでしょうか。でも3000円はいきそうね。いい記録を出したもんね、一番最初でね。ヤン国風で4000円以上だよね。しかも5000円はさすがにいかんかったけど。取らんでもいいけど、目玉焼きハートになってて可愛いね。ここ珍しいよね。あんま見ない。鴨の血なんだけど、ここアヒルって書いてある。まあ一緒じゃない。一緒。健康診断で血抜いたから鉄分取ってるの。じゃあいっぱい食べよう。どうですか？多いですか？笑われた。ここ多分サービスの麺ないから。そうだから自分で結局は。今話題のヤングコーンもあるよ。ジョニー・デップがつけたヤングコーン。気持ちの1個。気持ち？ジョニー・デップより大きい。あれはガチャだから仕方ないね。あ、やばい。お腹空いてるからついつい取っちゃう。やばい。お腹空いてる時に買い物しないでっていうあれと一緒ね。やばいかも。4000円いっちゃいそう。毎回笑うだけ。じゃあ以上でお願いします。香辣麻辣烫。辛いやつね。3から3000円です。买15份均一样，这个那个。是这里的吗？这可以直接拿的吗？谢谢。やった。じゃあお選びください。絶対湯葉は入ることを信じて。湯葉入る。爆量のほうれん草を今ボウルに入れました。どうしようかな。迷っちゃうよね。ここに来るとね。種類多いとね。お願いだから3000円は食べて。私がすごい大食い女のように見えちゃうから。大食い女。彼氏に言われたくないな。大食い女って。アサリまだ冷凍されてる。でも私たちが初めてのお客さんってことだよね。あとレシートに1番って書いてあります。湯葉結びっていうのもあるね。普通のと結んであるやつ。めっちゃ入れた。湯葉。湯葉ば。はい。男だから湯葉じいだ。新しいキャラクター作んないで。しかも湯葉ばのバーバがバーバじゃん。湯葉じいや。湯葉じいのその湯葉のおじいさん。両性。君はヤングコーンいらないのかい。気持ちの1個は取っとこうよ。じゃあジョニー・デップに並ぶ気持ちで。好きな面の入れ方おもろ。なんで並ばせてんの？好きな分取れるのがマーラタン嬉しいよね。小食な人はちょっとでいいしさ。日本人はトウモロコシ麺食べるのが無難だと思う。普通の麺類に似てるから麺がちょっと冒険するの怖いなって時はトウモロコシ麺がおすすめ。インスタント麺ないね。あった。
カラフルなのあった。ほうれん草と紫芋だって。味ちょっと変わるんかね。け。オッケー。スープ何がいいんだっけ？こっちはマーが多い。しびれが多い。そう。あ、じゃあ。少な。これがよく食べる平均的な数字だね。これで私は大食い女なの確定したわ。どうも。ありがとうございます。うわー、いい香りする。これをスーハースーハーしたい。開いたよ。行こう。お箸。オープン。お医者さん心配になるぐらいの。これなんて言えばいいんだろうな、日本語で。揚げ豆？揚げ豆でいいか。緑茶にしました。コーラにしました。1500円以上で無料でドリンク1杯。美味しそう。うわ、明らかに私のが赤い。そして器のでかさ違う。本当だ。やばい。大食い女。わかりますかね、この赤さの違いと器の大きさが。食べましょうか。エプロンもらっとこう。質の高いエプロン、クオリティっていうかポイント高いよね。熱っ。なんか前より熱くなった？ロゴも入ってるね。なんか売れたのかな。余裕。食べましょうか。いただきます。おー。はい、乾杯。中国のドリンク飲みたかったな、少し。金本茶とか绿茶とか。中国人見てくれてるかな。森美茶とか。まずね、今年の漢字クマってことで、あなたの今年の漢字は何でしょう？シンキングタイム必要？じゃあ私から言うわ。私は絶対推し活の推しの文字。今年やばい出費が。明らかに去年より余裕のある生活を送れてない推し活で。先月アヒョンに会いに行ったんじゃないですか。行ったんじゃないですか。行ったじゃないですか。はい、会いに行ったのに逆に距離を感じたっていうのがちょっと複雑な気持ちですね。なんかライブ行った時は多分席とかも遠かったからそんな感じなかったんだけど、実際間近でアイドルに会って、でも確かに公式アカウントで載るオフショとかさ、すごいカメラ向けに親しそうなあれするじゃん、アイドルも。でも結局ファンと対面したらファンは他人だからさ、アイドルからしたら。だから予想等しいのも仕方ないよね。そうで辛さどうです？ゆっくり食べよう。今年に限らず来年1月ライブめっちゃ行くんですよ。アイナナの10周年イベントとビジブライブあって、その後にブラピンのチケットも当たった。ブラピンは S1 の席当たりました。 S1 さ、場所によっては当たりだよねっていう。前の方の S1 当たりたいなっていう。端っこの真横だったらやだね。まあでもブラピンやばいじゃん。チケット高いし当たらないし転売すごいし、だからもう行けるだけですごい幸運を感じるもん。いいなって思う。いいよね。ガチで怖い。だってアーフン当たってブラックピンク当たって、アイナナも当たってこの間。宝くじ買っといたら。いや、ありだよ、ありだけどさ、私もまだ買ったことないからさ、実績解除しようかな。宝くじ初めて購入、実績解除。もう今日買っちゃう？近くにあるかな。そう、多分動画に行ってないけど10月だっけな、ブラピンのタンブラーも当たったじゃない。朝日のピンクの。そう、行ってないけど当たったね。アヒョンのオフイベ当たったってなった次の日にブラピンの届いたから、これはやばいと思って、今後の運気全部使い果たしちゃった可能性も波が来るよ。だから今年推し活すごかったなっていうあれで推しにしました。ようやく私食べれる。じゃあ今度は君のトークの番。俺なんだっけな。おい。蓄える。貯金の貯金ではない。はしてないけど、まあトヨタのお金じゃなくて、
蓄えたのお金じゃなくてアイデアとか技術とか資材とか勉強とかいっぱいしたから。君の昨日撮った写真出していい？ガチでやばい。一瞬ね、ちょこっとだけね。1秒ぐらいにしとく。でみんなそこでストップで見てね。あれやばいよね。いやまだまだ探せばあると思う。本当に素人なら全然わかんないよ、何あれ。普通の人ビジョンプロわかんないもんね。で蓄える？来年とかこれから先に活かせるために今年は表立って行動したんじゃなくて、いろいろアイデアとか考えを貯めてました。来年から頑張る。なんか毎年年末に来年こそ頑張るっつってさ、また年末来て今年頑張れてないなみたいな、ちょっと虚しくなっちゃう。お互い頑張りましょう。ガチ美味しい。ね、全然触れなかったけど、マーラーはうわーって感じじゃなくて、ちゃんと食べれる程よい辛さ、ピリピリしつつ、中華系で辛いのとしびれる系で辛い言われるじゃん。マーとラーね。どっちが好きか好みによって変われるかもね。でも3からは完全にしびれるし辛い。マーラーだから完全に4種類あって、1からがピリ辛程度で、2からがどちらね、しびれの多い、あれなんていう日本語で、中国語でトンジャオって言うけどさ、富士胡椒の椒。山椒？山椒かも。じゃあ俺山椒好きなのかな。じゃん。あれを食べたことなかったから。すごい脂の乗ってるお肉。ラムかな。食べないとわかんない。君の豆の方に入っちゃった。豆に液体が。豆をすくえ。急なおつまみタイム。私めっちゃ麺類入れたんだよね。3種類。私の好みで言うとやっぱ太麺プラスもちもちしてるやつ、じゃがいも麺もそうだし、ぶっとい春雨もそうだし、もう一個手延べ麺があって、その手打ちの、それ良さそうだよね。日本人だとうどんに馴染みがありそう。そう手打ちうどん的な。こっちのなんだっけ、トウモロコシ麺だっけ。ラーメンみたいな。そう、日本の細麺みたいな感じ。味もあんま変わんない？困ってる人はこれ選べば、これベースとなんか 2,3 本違うの入れてみて、美味しかったらまた次食べれるし、でもマーラータンに慣れてくるとガチで美味しい、自分が美味しいって思うもの全部入れちゃうからさ、私みたいに3種類ぐらいの麺が同じ皿の中に。来年やりたいことある？あるよ。何？ VR やってんじゃん今も。新しく挑戦するって意味。DIY ちゃんと。お金かかるの承知だけど、やんないと始まんないしね。違う、ちょっと待って、 DIY も君やってるよ。まあなんかいろいろやってるけど本格的じゃないじゃん。手つけ始めた感じ。あとドローンもやり始めたし、写真系もちょっと強化していきたいな。カメラマンとして、俺の部屋をスタジオにしたい。猫いるよ。物を置かない。私生活のものは作業部屋に移して、なるほどね、ポール張り巡らせて VR のセンサーとか三脚用のやつとか。じゃあ将来的には作業部屋で寝ることになる。ベッド絶対私生活のものじゃん。マットレスどこに置こう。本当にそこで寝るとしたらこう壁に収納できる。あれね、やりたいけどね、作るのちょっと挑戦的で難しそう。買うって選択肢なかったの？どうやって作るんだろうってことしかまず考えない。あとあれだしね、賃貸だからさ、壁に穴開けられないっていう、それがでかいから壁に大きいものとかかけられないじゃん。だからこうポール巡らせて突っ張らせて物を置こうかなみたいな。マジで中華正直あんま興味なかったけど美味しい。テーブルが回るタイプのさ、炒め料理とかそういうの出てくるお店あるじゃん。ああいう中華料理よりこういう麺とか鍋とかの方が食べやすいのかも。まあ言うてまだ本当に中国の食べ物に足踏み入れてない気はするけどね。でも本当に研究するまでいったらさ、ガチで多いよ、食べ物の数、中国の。全然知られてないものいっぱいあります。うますぎてずっと眉潜めてる私。サムネ撮ってない？またじゃあ編集で。まだいけるよ私。パッと見減ってないもん。YouTuber が動画中にサムネを撮ろうっていう理由が分かったかもね。編集だるいっていうことはないね。でも絶対事前に考えといた方がいいかも。サムネどういう風のにするかじゃないとさ、撮りようがないじゃん。いざ動画編集しました、投稿します、サムネどうしようかってなって
そっから考えても素材ないからさ。多分切られた。俺のも切られてたよ。食べやすくしてくれたんか。優しい。それかあれ火通りにくいとか。それもありそう。でも食べやすいね。めっちゃありがたい。ごめんね、話区切っちゃった。サムネって大事だよね。内容がいい動画でもサムネが悪ければ見られないし、その逆もしかり。ちゃんと作るなら考えたいけど、日々の早い更新に耐えるにはやっぱパッて目立つようなね。ないがしろにしてるわけじゃなくて、そういう手段を取ってるだけです。サムネ適当やんっていうやつは分かってるね。普通にみんなにアンケート取りたい。どういうサムネだったらタップしちゃうんだろうね。クオリティ高い。でも目線大事だよ。例えばさ、絵があるじゃん。めっちゃ外国人がこう驚くリアクションするじゃん。その目線の先に物があると絶対見ちゃうの。誘導的なね。なんか概念はしてたんだけど、マジで強烈なサムネ見て、この間めっちゃ目開いてんの、外国人だから、その視線の先からもう目が動かせなかった。違うとこ見たいのにってなっちゃってすごかった。後でそれ教えてみたい。あるかな。見つかったらまた教える。ちなみにそれ内容は見た？動画内容。普通に興味ある内容だったから。辛くなってきた口元。俺も。忘れてた。ネイマールじゃないや、ジョニー・デップ。ヤンコーン。一応野菜だよね。コーンは野菜？野菜だよ。ポップコーンは野菜に入んない。あれポップしてるけど元は野菜。調理されてたらもう違いますよ。そういえば今年チャンネル登録者数100人突破した。ファーストステップ。来年どうしようかな。目標250ぐらいにしようかな。先望みしない程度が挫折しないと思う。250にします。動画編集大変なんで、チャンネル登録、高評価、いいね、ベルマークを集めて社会に貢献しよう。何あれ？日本人ならわかるかも。昔ノートブックとかの裏にベルマーク切り取って集めようみたいなのがあったんよ。それを集めて、確かハガキで応募したりするのかな、どっかに渡すとなんかポイントになってノートがもらえるみたいな、そういうのあった気がする。文房具のポイントみたいな。そういうものがあったんですね。カットでいいよ。なんか画像で補足してくれれば。じゃあ私の来年のチャレンジは YouTube250 人。250って中国人わかるんだけど、縁起が悪いまでじゃないけど、いい意味の数字じゃないんだよね。アホみたいな感じ。そういうこと？丸9みたいな感じか。なんて？日本だと丸9がアホみたいな。なんで？オタクの内容になるのでいいです。一瞬渋谷の丸9かと思った。109ね。数字に9丸をつけたもの。なるほどね。なるほど。今知った？みんな言ってるなとは思って。ちゃんと調べたことなかったんだ。ここ早めに来たら全然人少ないからいいね。今も私たち入れ3組ぐらい。そうだね。あと慣れてる人たちって食べるの早いよね。日本人ゆっくり食うけど、中国の人とかなんか中国人バカ早いイメージある。パパパーって食ってそーってお店出ていく。私昔中国のね中学校で、みんなで食堂行って食べるんよ。お弁当文化なくてね。で私最初らへんなんか中学校入りたてはさ、何も知らんからさ、自分が食べる量をこう食堂のおばさま方に行って持ってもらうんだけど、私ゆっくり食べてたらみんなもうゾロゾロ行っちゃうの。教室に戻ってなんか課題書くなり寝たりするなりみたいな。で友達もみんな早いからさ、私ついていけなくて、だから徐々に私食べる量減らしたよ。少なめにしてくださいって言って、少なめだったらさ、私ゆっくり食べてもみんなと合わせれるからでした。やっぱ小さい頃はみんなと一緒になりたがるよね。今だったら全然他人の目気にしないもん。お腹いっぱい食べて帰りたい。それさ、思った。自由って素晴らしいな。自分がどうなりたいかの選択さえ自分次第じゃん。でもほら学生だとさ、周りに合わせないっていうか、一人すごい目立っちゃうとさ、いじめの対象にならん？場合によってね。永遠に食べれることがマラタン。あと話したいことあったっけな。そういえば来年彼氏も YouTube やるそうです。なんかやるよ。決まったっけ？方向性。なんかいっぱい案は出たじゃん、どういうのやりたいとかは。でも最初はやっぱ1個の方向で漢字の話になって、結局どうなった？決
決まってない？まあやりやすいであろう Vlog 的な感じでいろんなもん作ったりとか開封したりとかレビューしたり。そういえばこの結んである湯は結んであるだけであんまり変わりはないし見た目の違いだった。うん。うまっ。そんで全然終わる気配ない。俺は終わり見えてきて多すぎたな、頼むの。中国だとそれぐらい頼んでどれくらいの問題になる？値段？うん。見てる方に中国人いたら申し訳ないけど、あんまそういうあれ分かんなくて私。でも普通の量のマーラータン15元で買えるから50元だとします。50元だと日本円で1000円。レッドにも出すの動画？レッド出したい。ただレッドだとさ縦動画になるからまた別編集なんだよ。なんか喋るたびにこう切り替わりそう。そう編集するしかないよね。縦画面のうち画面真ん中で割って上にこっち側にマイク下に俺がこう見て。見づらそうじゃん。うん。多分この動画で今年終わりなんね。今年の動画、で次投稿するの多分1月終わりらへんになるんよ。ライブとかもあって全部中旬あたりだから大阪戻ってそっからの編集ってなると1月終わりには1本上がるかなっていう。1本か2本帰省するっていうかそう別の場所に移動することは伝えてあったっだって今大阪いるじゃん。ライブ全部東京だからさ1週間ぐらいは東京に行きます。け？うん。まあこの1ヶ月ずっと投稿しないのもあれだからちょっと縦動画作ってみようかなと思って切り抜き風 YouTube の。うん。将来の話していい？どうぞ。カットでもいいんだけど、お店やるとしたらどんな店やりたいって聞こうと思ったけど、やりたくないんだっけ？お店限らずジャンル？カフェカフェ。カフェって決まったらもうそこから決める要素なくない？何したいんだっけ？とりあえず今は収入安定的な収入が入ること。いやガチでいろいろやりたい。いろんなものに興味あっていろんなものを挑戦したいからさ。作曲したいって言ってさ未だに1曲目完成してない。踊ってみたらやりたい。ルカルカナイトフィーバー踊れば。なんそれ？昔の踊ってみたの始まりです。何踊りたいん？それが難点なんよ。何でもいいならじゃあ彼氏にルカルカナイトフィーバー踊らされてみたっていうタイトルで作る。踊らされてみたってやばいな。初めてのあれじゃん。どっち目線なのそれ？こっち目線だよね。さっきさ親に唐揚げくん送ったじゃん。でさファミチキだと思ってる。唐揚げくんに対しておおファミチキだって可愛いね。やっぱさっき言い合ってたじゃん。ファミマ派だったらどうするって。うん。ファミチキはって聞かれそうだねって言ったじゃん。聞かれるんじゃなくてファミチキだと思ってた。予想以上の答えが来てびっくり。それはないだろう。返信してあげて。年取ったねって言おうかな。毎回このハートの目玉焼きが砦になってくる。可愛いって言って買ってさ毎回苦しいんじゃない？最初食べればいいんだけどついつい後に残そうって思っちゃってあとだんだんきつくなってうわどうしようってなっちゃう。可愛いハート。1日1卵のノルマがあるから私。ワンデイワンエッグ。エッグパーデイ。卵毎日。両リンゴの成果出てないよ。私は卵を毎日食べます。むしろ日本語の方がなんかおかしいね。エッグ毎日。エッグ毎日じゃない。卵毎日。何それ？自由の話したじゃん。それに気づいたのが俺昨日の夜でさ昔のことを思い出したんです。俺歩き方どう歩けばいいか迷った時があって、小学生か中学校かあれね当たり前だと思ってたの急になんか疑問に思い始める時ってあるよね。そうでなんか歩き方に違和感感じてなんか違うよな。例えば横断歩道で止まってる時とか歩き始める時とか友達がいたら喋りながらとかでこんな感じで歩いてるんだけど一人の時ってどうしてたっけって思った時に何にも決まりとかもないんだよ。だからその時にじゃあ自分どうしようかなってなったのがちっちゃい頃なのね。その頃から選択してたんだって思うとその選択の結果が今にあるから自由ってすごいなって思う。昨日ドローン行く前に思った。急な。まあでもそういう時もあるよね。ガーガーブラッド。両リンゴのあれがないよやっぱ。出川イングリッシュなら伝わる。ブラッドわかんないんじゃん。てかさ。ガーガーヒューマンレッドウォーター。より意味わかんなくなる。出川イングリッシュしたらさ変な言語2つ覚えることになる。大悟と
ウィッシュ出川イングリッシュマルチリンガルだね。そうポジティブに捉えたらいい。全然出川イングリッシュで世界歩けるって考えたらすごいな。あえてちゃんと言葉を話さないから世界共通の言葉になってるね、伝わればいいもんね。うん。今年もいよう。え、今年もみんなでいよう。来年こそは何？来年こそは頑張る。最後で入れます。だいぶドロドロだね。ごまソースはこんなもんよ。あ、消えちゃった。沈んじゃってさ、うん。混ざれてるかわかんない。何？眠い。この後はお互いへのプレゼントを買いに行きます。次の動画更新は1月中旬以降になるのかな。一発目はアイナナのライブです。では良いお年を。飲むんかい。